実験大好き MNF です。今回は最近流行の FT8 古い無線機とパソコン利用できるのか、これをちょっとね検証していきたいなと思います。やっぱりアマチュア無線化と言いますとね、無線化イコール当て字ですけどね、無線、金がないというと怒られるかもしれないですけどね、無線化っていう意味合いも昔はよく使えてたと思います。使えれる機器はね有効活用するのもね、楽しみの一つだと思います。そういう目線でねちょっと紹介していきたいなと思っております。今回ご紹介する内容、私の経験としょぼい実績、林さんのね、無線機が中心になっていることだけねお許しいただければと思います。意外とね FT8 古い無線機の流用はね可能なんですけど、制約事項っていうのもありますのでね、そちらの方もねご紹介していきたいと思っております。 PC のソフトをね揃えていただければ FT8 以外にもRTTY、SSTV、JT65 とかね、いろんな通信使えますので、ぜひともね見ていただければと思います。FT8 ですけどね、やっぱり最新の無線機との接続ははっきり言って簡単です。例えば私も使ってるんですけどね、FT の991以降でしたらね、もう USB 端子っていうのが後ろにパコンとついてます。これをね、パチンとパソコンと接続していただくだけで、皆さんもよう見られている無線機だと思うんですけど、この USB ケーブル1本でね、ピーカー、マイク、遠隔操作するためのね、信号も流れていきますので、これ1本で終了するので、手っ取り早くね、やる場合でしたらね、新しい無線機揃えていただくのがね、一番楽だとは思います。この新しい無線機のメリット、最初にもお伝えしておきます。やっぱり受信フィルターがね DSP の技術使っておりますので、自由に変更できます。 FT8 の場合はね広げる必要がありますので、簡単にね 3kHz まで広げられますのでね、やっぱここがね一番のメリットじゃないかなと思います。この高精度 TCX を発信機もね、これ昔だったらオプションでそこそこお値段してたものが、もう今はね当たり前のように標準装備されてますので、非常にね周波数も安定しております。これもね結構な重要な要素となっております。何言うてもこの設定リスト、新しい無線機で、皆さんねお使いですので、 OM 各局がねこういう設定にしましたって結構皆さん情報出されております。そういう情報がいっぱい出てますと非常に参考になるのでね、そういう参考事例の多いっていうことはね、何言うてもね導入するのがね楽ちんになるんじゃないかなと思います。で、あと FT8 やっていく上での、無線機最低限の仕様っていうのをね簡単に説明させていただきます。八重さんですとね CAT、キャットという名前だと思うんですけどね、パソコンとのね接続端子、これはね正直言ったらあった方がもういいと思います。当然ねこれとログソフトとかも連携してますので、正直これがないとかなりねミスが増えてきますので、私はねもうこういうパソコンとの接続っていうのはほぼ FT8 必須だと思っております。古い機材 FT8 用のねインターフェースを用意すれば対応ね簡単にできるんじゃないかなと思います。で、一番の代表例、輸入のね海外製はいっぱいあるんですけど、国内ですとね SCU17、 これ八重洲無線さんが出されてるやつですけどね、USB インターフェースがね、これ結構国内では有名で結構お使いの方も多いんじゃないかなと思います。こちらのやつですね。この1機種しか確かなかったと思うんですけどね、国内ではねこれが一番有名じゃないかなと思います。これもね皆さん工夫されて、基本はケーブルのとこさえねなんとかやりくりできれば、他のメーカーさんの無線機でも使えるということでね、その辺は皆さん結構やりくりしているとは聞いたことあります。結構このインターフェースもね自作っていうのが流行っておりまして、作られた方も結構多いんじゃないかなとは思うんですけど、意外とね最近中華製の融合リンク、私もね以前ね YouTube の方でもご紹介させていただいたんですけどね、これが意外と安くて優秀じゃないかなと思います。国内でもね以前だと若干販売されてたんですけど、ほぼ需要がなくなったんでしょうかね。今はやっぱりもうアリババさん経由でね調達する必要があるんじゃないかなと思います。で、無線機とのね接続ケーブル、こちらもね付属しておりまして、およその値段が6000円ぐらい、若干ねこれアリババさんで融合リンクで調べていただいたらヒットすると思うんですけど、大体6000円ぐらいじゃないかなと思います。エアスさんのやつはサウンドに関しましては中にUSB と変換するためのユニットがあるんですけど、この融合リンクはねスピーカーマイクに関してはねパソコンに依存するタイプになっているっていうところがねちょっとポイントになっております。実際はね添付してるのがこういう形ですよね。要するに八重洲さんのやつはこれが2ついらないんですけどね、パソコンと接続するためのケーブルがこれも必要になるんでね、結構ケーブルの本数が多い傾向になります。で、前から見たらこんな形ですね。結構ね作りは安っぽいんですけど、よくできてるんじゃないかなと個人的には思っております。後ろもこんな形ですね。で、中開けるとねもうこんな形です。で、引っ張り出すとね基板一面がスポッと入っております。で、実際ね内部回路をざっと見ますと、普段はねトランスの方でちゃんと絶縁されておりました。で、 RS232C もねフォトカップラーで絶縁されておりますので、最低限のね
対策っていうのはどうも取られているような感じでした。実際ここでですね、こう見ていただきますと、トランスがある、フォトカップラーもある、 USB とシリアル通信のね、変換チップもありますので、最低限のね、要件っていうのは満たしてるんじゃないかなと思います。で、東急の環境ではね、50W 程度ですけどね、50W でしたら 3.5 から430まで一通り出てましたけど、回り込みはね、一度もしたことがないような状態になっております。パソコンの普段使うようなタイプですと、微弱な信号が入ってきた時に、人によっていろんなご意見あると思うんですけど、マイナス16、もうちょっといけるかもしれないんですけどね、の信号はやっぱりUSB で直結している八重洲さんのタイプに比べるとね、やっぱりちょっと八重洲さんの方が有利であるっていうことを言われることも多いし、私もそういうような傾向は感じたことがあるので、八重洲さんのやつよりはね、弱くなるような傾向にはなります。で、実際に通信するとね、これはよくわかると思うんですけど、私のようなしょぼしょぼの設備でしたら、相手よりだいたい 5dB から 10dB ぐらいの、だいたい返答が多いっていうんですか。ですので、マイナス 16dB 信号が聞こえたとしても、更新ほぼできないっていうんですか。絶対とは言わないんですけど、かなりの確率でできませんので、だったら外付けタイプでもいいだろうっていうんでね、これをね、結構使って遊んでたような感じになっております。高音層付きね、推奨発信回路が必要かっていうこともね、ちょっと考えてみました。別名がね、先ほど僕ご説明した、高精度 TCXO ですね。これがあるとね、便利は便利です。間違いなしに。で、経験上なんですけど、50メガぐらいまではなくてもなんとかなんのかな。人の価値観だとは思うんですけど、私的にはね、50メガまではなんとか我慢できたような形です。144、430メガ帯になりますとね、少しちょっと恥ずかしいっていうようなことになる可能性があります。電源をカチンって入れて10分か、15分ぐらいですかね。やっぱ周波数がスーッと動いておきますので、まず受信している時に、ウォーターフォンのこの画面ですよね。普通ですとスーッとまっすぐ線ができていっていると思うんですけど、あれが全体に斜めになっていくっていうんですか。要は受信している周波数がずれていくので、斜めの方に走っていきます。ちょっと曲がってしまうと。当然送信した時は向こうから見ると多分曲がって出てると思いますので、こいつ安定してないぞと読まれてしまいますので、正直言いましてね、なくてもなんとかなる 10m とかね、430は空いてる方向ですので、なんとかはなるんですけどね、ちょっとだけ、恥ずかしいのかなっていうね、思いがありますので、できればね、それあった方が間違いないとは思うんですけど、なくてもなんとかなるとは思っております。FT817 ハンディ機ですね。売れ筋ですので、結構ね、これに関しましてはね、互換品っていうのがね、格安で販売されております。実際はね、オプション番号が TCXO-9 だったと思います。ユーゴリンクと817ですね。こんな形でいつも使っておりました。で、こちらがね、標準で付いてたやつ。これがね、互換品と言われるものです。実際ね、付けてみた感じがこんな形ですね。これもね、インターネットで調べていただいたら、情報ね、開示されている OM さんおられますので、そちらの方がね、詳しい情報載っておりますので、絶縁せんとまずいとかね、指摘されている方がおられたんで、私も絶縁しております。こんな形ですね。値段が確か購入時が確か1500円ぐらいだったと思います。当局の環境ではね、ないよりはあるかにね、効果がありましたので、今、817の方にはね、後付けの安物取り付けた状態でね、使っております。DSP でなくても大丈夫なんか、これもね、皆さん心配される要件じゃないかなと思います。DSP の一番のいいところっていうのは、帯域が自由に選べると。通常はね、3キロまで広げちゃってる方が大半だと思います。クリスタルフィルターですとね、別途フィルターをお持ちの方ならいいんですけど、ただ3キロのフィルターなんか買ってる方はあの当時いないと思うので、確か売ってもないと思うんでね、標準では。通常ですと SSB 用ですと 2.2 から確か 2.4 ぐらいしかないような状態になっております。通常の通信、これもね、いろんな通信があるんで一概には言えないんですけど、経験上は2キロ以下の場合が多い。高い周波数出てる人もいるんですけどね、2キロぐらいが多いと思うので、ただ最近はね、やっぱ2から3も確かに混んでくると間違いなく使われていきますので、最悪はね、周波数を1キロぐらい手動で動かしてしまえば使えないことはないっていうんですか。ただ逆に下の方の周波数が使えなくなりますので、イメージでしたらこんな形ですね。3キロのフィルターでしたら3キロ一発です。2.2 キロだとちょっと1キロぐらい動かして、ごまかしてしまうと。ただ動かした分ここが逆に見えなくなるんでね、この手使った方がええのかっていうのはいろんな問題はあると思うんですけどね。どうしてもね、上の曲と話したいという場合はね、意図的に人がずらすことによってね、受信できるようなね、方法もあるっていうことだけね、知っていただければと思います。経験上なんですけど、FT817 世代、
これがだいたい2000年前後の無線機はね、他メーカーさんのやつでもかなり使えるやつ多いんじゃないかなと思います。この 817、5W ということで、やっぱり世界でもね、結構愛好家の方が多いというんですか。やっぱり FT8 の趣旨っていうのは弱い電波で通信するっていう意図ですので、それにね、賛同された方がね、結構この 5W817 ね、愛用されているような形になっております。あと、私のね、FT100 もね、結構遊べております。ただこれがね、発信回路、オプションが買えなかった無線機ですので、2m430 が恥ずかしい状態なんでね。一時期は何も気にせずに使っておりましたけど、結果的にね、私も991買っちゃったので、予備機としてね、横の方に置いているような形になっております。FT8、パソコンの最低仕様、これについてもね、簡単に説明させていただこうかなと思います。基本はね、やっぱ速い PC が良い。最小構成ソフトっていうんですか。いっぱいソフトを持っていきますとね、だんだん処理スピードも落ちてきますのでね、速いパソコンで最低のソフトで運用さすっていうのがね、理想としてはね、いいんじゃないかなと思います。で、あと OS の方はね、やっぱり今でしたら間違いなくもう Windows 10でないとサポート受けれませんのでね、必ず Windows 10。できれば気持ち的にはね、プロフェッショナルの方がいいかなと思うんですけど、Windows 10なら問題ないと思います。RAM はね、4メガじゃ少ないような気もするんですけど、気持ち4メガでも基本は問題ないんじゃないかなと思います。で、CPU の方はね、インテルの Core i3 以上、アトムとかね、セレブンはもう話がややこしくなるので、基本はね、使わない方がもう要相談ということでね、難しい要件がいっぱいありますので、できればね、Core i3 5、7みたいな形でね、こっちの系統を使われた方が間違いなくいいと思います。この FT8、2種類のソフトをね、走らせてる方も多いとは思うんですけど、アンチウイルスソフトも満載にする必要もあるかもしれないんですけどね、基本はやっぱり常駐ソフトは減らした方が安定して動くので、あとはね、他のソフト、ブラウザソフトもさあどうしようかっていうのもあると思うんですけど、基本はね、あまり立ち上げらずに、最低限のソフトでね、動かした方が安全は安全じゃないかなと思います。ディスプレイもね、本体のみでインスタ映えを狙わない。マルチディスプレイにしちゃうのも一つの方法だとは思うんですけど、実際にね、やっぱいろんなソフトを立ち上げる必要があったり、後ほどもね、説明するんですけど、意外と弊害もあるのでね、気をつけていただければと思います。とにかくね、もう求めるとキリがありません。で、最初はね、やっぱ我慢すると。で、手持ちの PC で試しながらね、要相談っていうのがね、一番のポイントじゃないかなと思います。ノイズ対策を考えると、私的にはね、ノートパソコンが一番優れてるんじゃないかなと思います。ノートパソコン自身がね、ディスプレイ、キーボード、マウスも内蔵されてます。で、なおかつこれに対しましてね、ノイズ基準クリアするということでメーカーさんがちゃんとチューニングしておりますので、ノートパソコンね、からノイズっていうのは非常に少ない傾向だと思います。反面デスクトップになりますとね、デスクトップもメーカー製ならいいんですけど、自作で組まれますとね、もう闇の世界っていうんです。デスクトップもメーカーさんでも、やっぱり液晶ディスプレイ、キーボード、マウスつながっていきますとね、どうなっていくのかがわからないので、まずはね、できればノートパソコンから入られた方が最初は楽ちんじゃないかなと思います。スピーカー、マイク端子を使う場合、八重洲さんのね、最初に紹介させたやつは USB で供給するタイプですからいいんですけど、後半紹介したユーゴリンクの方はね、スピーカー、マイク端子をね、使うタイプですので、利用するときはね、普段のノイズが少ないやつ。一番簡単なのは、イヤホンで音楽を聴いてみて、聞くに耐えれるようなもんでしたらね、多分マイクの方も大丈夫だと思います。最近のノートパソコンはね、ビジネス向けのモデルでも結構音が良くなってるんですけど、10年ぐらい前ですとね、なんかもうシャーっていうホワイトノイズとかがあるやつが多かったですので、この辺はね、実際にイヤホンを挿して音楽を聴いていただければね、大体使える使えないの判断はね、すぐにできるんじゃないかなと思います。で、どうしてもね、対応できないという場合でしたら、2、3000円のね、3000円ぐらいですかね、サウンドブラスターかなんか使っていただいてね、要はサウンドカード、実際は USB 接続のね、外にスピーカー、マイクを出すユニット、手のひらサイズのやつもあります。どうしようもなければね、それも使っていただければ対策取れるんじゃないかなと思います。経験上なんですけども、こんなね、古いノートパソコン代表例にするのも失礼かなと思うんですけど、ちょっと私もね、以前使ってたんで、今でも使ってはいるんですけど、CF の SQ、もう10年ぐらい前になっちゃいますね。CPU が i3、第1世代、RAM4 メガ、OS の方はね、もう Windows 10に入れ替えてるんですけど、これでしたらね、非常に限定的な条件ですけど、WSJT、X ですね。で、ターボハムログ。でも本当にこのソフトしか走ってないと。ブラウザとかもあんまり動かさない方がもういいと思います。で、あと同時に15曲ぐらいまででしたらね、7メガ国内、144メガだったらね、基
気持ちほとんど問題ないような状態でね使っておりました。 PC の性能っていうのはね、ネットで調べていただいても OEM 各局がいろいろとね情報を開示してくれてると思うんですけどね、この受信した信号のエンコード能力、これがね一番重要になってきます。もう確かにね、すっごいパイルアップになると画面15秒受信するともう画面いっぱい50曲とは言わないんですけど50曲ぐらい出てくることありますので、やっぱりねそうなってくるとちょっとこのパソコンではきついのかなっていう気持ちはあるんですけど、運用してる周波数で運用スタイルもね、もうそんなパイルになるとこれはもう勝ち目がないと思っていつも逃げておりますのでね、そういうところをね見ていただきながら、周波数運用スタイルがねあればここの能力もほどほどでね使っていただけるんじゃないかなと思っております。で、あと無線機側のね設定も簡単に紹介しておきます。前もねちょっとご視聴者さんからどういう設定でされてたのかっていうのがあるんでね、私のやった817で FT100 ですね、こちらの方ねちょっと簡単に書いておきます。オプションの方一番気をつけていただきたいのが CW のフィルター入れてる方はね、ここをオフにしておかないとダメ、間違いなくダメですので、その辺はね後の設定は大体皆さんよくネットで上がっている情報を私も見てやっただけですので、これを参考にしていただきながらね触っていただければと思います。で、今回ちょっとまとめさせていただきます。そこそこ古い無線機でも遊べると思います。間違いなし。で、ただ、新しい無線機ね、ご購入された方が先人の知恵を得やすいと。で、あと設定が楽ちんやと。もうこれはね、この2つに尽きると思います。パソコンの方はね、自由度は高いと思いますけど、スピーカーとね、マイク端子。使うときはね、ノイズに十分ご注意いただければと思っております。そんな形でね、実際この辺のパソコンのね、処理能力の方も、私当初はそんなにいらないと思ってたんですけど、やっぱりネットを見るとね、バリバリ使ってる方から言わせると、もう最新の CPU でないと我慢できないっていう方も当然おられるっていうのが分かっているので、この辺はすいません。あくまでもしょぼしょぼのぼちぼちの使い方をね、基準にしておりますので、最適な無線機でパソコンの方もね、ご選定いただければと思っております。おさえでお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。